15世紀のフランスは内戦と外敵によって荒廃した王国の姿を映していた。イングランドとの100年戦争が続く中、フランス王権は分裂し、ブルゴーニュ公との内紛が国内を引き裂いていた。その混迷のただ中に登場したのが、ジャンヌ・ダルクに従い豪気な精神と驚異的な戦闘能力で知られる武将ライルである。エティエンヌ・ドビニョルという本名を持つ彼は、騎士道の時代に生きながら実践主義に徹し、民衆や兵士からは恐れ知らずとして畏敬された。その苛烈な生涯はジャンヌのような神秘性とは異なる血と泥にまみれた現実の戦争を象徴していた。なぜ彼は王に忠誠を誓い続け、そして民衆からも支持されたのか。ライルの人生を通じて100年戦争後期のフランス王国再建の動態を読み解いていく。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、ランスへの進軍とジャンヌ・ダルクとの共闘。ライルの歴史的な転機は1429年、ジャンヌ・ダルクと共にフランス王シャルル7世の戴冠を目指してランスへと進軍した出来事にある。この年、オルレアン包囲戦の勝利によって勢いづいたフランス軍は、サンピエール・ルモティエやジャル城などを次々と攻略し、北東フランスの要衝都市ランスへと向かった。この戴冠行軍において、ライルはジャンヌの右腕として先鋒を担い、各地の守備隊と交戦しつつ、慎重に王を守りながら進軍路を切り開いていった。この軍事行動の背景には、王位の正当性を強化するという政治的な意図が色濃く存在した。当時、フランス王シャルル7世は、父シャルル6世の死後も正式な戴冠式を行えず、ブルゴーニュ派とイングランド軍によってランス大聖堂を掌握されていた。故に、聖油による戴冠は単なる宗教儀式にとどまらず、王権の実体化を象徴する行為として、国民統合と士気の高揚に不可欠だった。この進軍はまた、英仏間の戦争だけでなく、フランス国内の内戦構造とも深く関わっていた。アルマニャック派、シャルル7世派とブルゴーニュ派との確執が依然として激しく、ライルらの軍は対外戦争の傍らで内敵への警戒も怠らなかった。特に、進軍ルートに存在した中立的あるいは敵対的な都市の対応は、外交的駆け引きの連続だったのである。この時期の民衆の反応は、ジャンヌ・ダルクの神秘性と並び、ライルの武勇に対する称賛によって支えられていた。ジャンヌの神の声に導かれたという言説が広がる一方で、ライルの現実的な軍略や果敢な突破力は、兵士たちの間で神が使わした鉄の右腕として語られた。敵前線の突破や包囲網の分断といった局面で、彼の戦術眼が大いに信頼されていたことは、同時代の軍記や書簡にも確認できる。制度的にも、この進軍は中世の封建軍から脱しつつあるフランス軍の姿を示唆していた。シャルル7世は後に常備軍制度を導入するが、この時点ではまだ諸侯の軍を統合する困難が残っていた。ライルのような反独立的な指揮官の存在は、旧来の封建制と中央集権化の短所との間に揺れる軍政過渡期の姿を象徴していた。また、関係者間の評価も一様ではない。ジャンヌ・ダルクはしばしば神の使徒とされる一方で、ライルは粗野な現実主義者として扱われることが多かった。だが、彼女の信念が戦意を鼓舞したとするならば、ライルの存在は実戦における冷徹な成功の保証だった。修道士や教会関係者の中には、彼の暴力的な言動に眉を潜める者もいたが、王や王太子側近からの信任は厚く、軍事的功績をもって補われた。現代歴史学では、このランスへの進軍が、ジャンヌ個人の奇跡ではなく、軍司令官層の組織力や王太子派の政治判断といった要素の複合によって実現したという見方が主流となっている。ジャンヌ・ダルクの存在にばかり焦点を当ててきた従来の物語史観から、ライルを含む軍人たちの現場力へと視点を転じることで、戴冠行軍の真の構造が浮かび上がってくるのである。第2章、1430年のコンピエーニュ防衛戦とジャンヌ・ダルクの捕獲。1430年、100年戦争の趨勢を左右する事件が起こった。ジャンヌ・ダルクがコンピエーニュで捕らえられ、ブルゴーニュ軍の手に落ちたのである。
この衝撃的な事件の裏側には、実はライルが率いる部隊の展開とその限界が深く関わっていた。ジャンヌの活動が神秘化されていく一方で、ライルは現実の軍事的判断に基づき、王国北部の防衛に注力していた。だが、その彼ですら、ブルゴーニュ軍の巧妙な包囲網に対して十分な対応を取ることができなかった。この防衛戦の背景には、ブルゴーニュ公フィリップ全領公とイングランドの緊密な同盟関係がある。両者は共に、ジャンヌによるシャルル7世支持の動きを脅威とみなし、北フランスの用地を抑えにかかっていた。ライルはその動きを察知しつつも、王の命令によって各地の守備に分散せざるを得ず、戦力の集中ができなかった。この分散防衛戦略は、旧来の封建的戦争体制の限界を露呈するものであった。また、コンピエーニュという都市の立地も、戦術的に極めて困難な条件をはらんでいた。オアーズ川沿いに位置するこの町は、包囲戦において補給線の確保が難しく、ジャンヌが自ら兵を率いて援軍に入ったことも、実際には無謀とする声が当時から存在していた。ライルは近隣に部隊を展開していたが、ジャンヌが突入した時点では主力が間に合っておらず、戦局に直接的な介入がかなわなかったのである。この時期の民衆感情は、ジャンヌの奇跡的勝利への期待が最高潮に達していた一方で、彼女が捕虜となった瞬間、その神話は急速に失速した。一方、ライルに対する評価は、現実的な軍司令官としての尊敬に支えられており、彼の責任を問う声は相対的に少なかった。ジャンヌの捕獲は神の試練とされ、ライルの不在は戦局上の不可避な代償と理解されたのである。制度的側面において、この事件はフランス軍の中央司令系統の未熟さを浮き彫りにした。ライルのような実力ある司令官が、王の意向と各都市の自主性の間で柔軟な戦術展開を妨げられる構造が、結果的にジャンヌの孤立を招いたとも言える。この構造は後年の軍政改革において、王直属の常備軍創設へとつながる契機となっていく。当時の政治関係者の反応は複雑だった。ブルゴーニュ公はジャンヌの捕獲を外交カードとして活用し、イングランドとの同盟を再確認する契機とした。他方で、シャルル7世側では、ジャンヌを使い捨てたという非難も一部に存在した。ライルはこれに対し、沈黙を守りつつも、以後の戦役において彼女の意思を継ぐ形でフランス王権の北上を推し進める。現代史学の視点から見ると、この防衛戦とジャンヌの捕獲は、フランス軍の戦術の過渡期を示す象徴的な出来事とされている。ジャンヌの神秘性に依存せず、ライルのような現実主義者が台頭することこそが、王国再建の礎となったという見方が一般化している。ジャンヌの失脚によって、フランスはようやく、神の軍から王の軍へと転換する契機を得たのである。第3章、ジャンヌ死後の戦線維持とライルの指導力。1431年、ジャンヌ・ダルクがルーアンで家計に処されるという衝撃的な結末を迎える中、フランス王国の命運は再び揺らぎ始めていた。神の導きという神話がついえた後、その空白を現実の軍事指導と戦略で埋めるべく前線に残ったのがライルである。ジャンヌの処刑は士気を大きく損なったが、ライルは戦線の崩壊を防ぎ、軍を秩序に保った。その実直な指導力こそが、フランス軍の再建に向けた端緒となったのである。歴史的事実として、1431年以降もライルはシノン宮廷からの命令を待つことなく、各地の戦線において独自に兵力を展開し続けた。特にイングランド軍によるノルマンディー支配の強化に対して、彼はゲリラ的な襲撃戦術と都市包囲を交互に用い、局地的な勝利を積み重ねていた。1432年にはルーアン周辺での撹乱作戦に成功し、フランス軍にとって貴重な補給路の一部を確保した。背景には、ジャンヌの死によって生まれた軍事的空白だけではなく、シャルル7世政権内部の求心力の問題もあった。王の慎重な姿勢や、ブルゴーニュ公との関係改善を急ぐ一部挺身の動きに対し、ライルのような前線指揮官たちは、戦いをやめれば王国は再び失われるとの危機感を抱いていた。そうした現場のリアリズムが、ライルの行動原理を支えていたと考えられる。
周辺諸国との関係は依然として緊張をはらんでいた。イングランドは若きヘンリー6世の名のもとにフランス王位を主張し、ブルゴーニュ公との同盟を維持していた。一方で神聖ローマ帝国との関係にはわずかながら和解の兆しも見え始めていた。ライルらはこうした外交状況を十分に把握しつつも、基本的には軍事的圧力が交渉の前提という考えに立脚して行動していた。当時の民衆感情はジャンヌの死後に一時的な落胆を見せたものの、ライルの連戦連勝がもたらす希望に再び呼応していた。民衆にとって重要なのは誰が導くかではなく、誰が勝つかであり、ライルは実績によって信頼を回復していった。村落や都市部では彼を英雄視する民間伝承すら登場し、ジャンヌとは異なる意味での戦場の守護者としてのイメージが広がっていった。制度的に見ればこの時期のライルの動きはフランス軍再編の予兆でもあった。彼の戦術は従来の封建的軍団ではなく、忠誠心によって編成された小規模の専門部隊を中心としており、後のオルドナンス軍制度の萌芽を見ることができる。このような制度的近代化が進行する過程において、ライルは実験的な指導者でもあった。関係者の相互評価においても、ジャンヌと異なりライルは敵将からも侮れぬ相手として一目置かれていた。イングランドの将軍たちは彼の強行突撃と即断即決の指揮ぶりに警戒を示し、彼を討ち取ることを一種の軍功と考えていた。一方でシャルル7世はライルの功績を認めつつも、あまりに独立的な行動には一定の制約を課す姿勢を取り続けた。現代の歴史学ではこの時期をフランス王国の自立期と位置づけることが多い。ジャンヌ・ダルクの宗教的象徴性に依存した時代から実践的軍事指導者たちが国土回復を担う時代への移行期であり、その象徴的存在こそがライルであったとされる。彼の役割は単なる武勇の指導者にとどまらず、制度と戦略の両面で王国の近代化に貢献した点に注目すべきだろう。第4章、アラスの和議とライルの立ち位置。1435年、100年戦争の潮目を決定的に変えた外交的事件が発生する。フランス王シャルル7世とブルゴーニュ公フィリップ全領公との間で締結されたアラスの和議である。この和議によって長年イングランドと同盟していたブルゴーニュ公国がフランス王側に寝返る形となり、イングランドはフランスにおける政治的孤立を深めていった。だがこの和平の舞台裏でライルのような軍人たちは急速に変化する政治構造に対して複雑な思いを抱くことになる。歴史的事実としてアラスの和議は1435年9月に成立し、フィリップ全領公はシャルル7世を正式にフランス王として承認した。この協定にはシャルル7世がフィリップ公に対して父シャルル6世の暗殺に関する責任を不問とするという政治的譲歩が含まれていた。長らく続いたアルマニャック派とブルゴーニュ派の内戦状態がここで名目上終結したことになる。この背景にはイングランド国内の不安定化が大きく影響していた。ヘンリー6世の弱弱な統治、王国内の派閥抗争、さらには財政難が重なり、ブルゴーニュ公にとってはイングランドとの同盟を続ける実利が乏しくなっていたのである。フランス王側にとっても北部解放のためにはまず内戦を終わらせることが最優先課題であり、ライルら軍部の意向とは別に宮廷は和解を選択した。周辺諸国もこの転換を中止していた。神聖ローマ帝国はフランス王権の安定化に一定の期待を寄せ、ローマ教皇庁もシャルル7世の退官を公認する姿勢を強めていた。アラスの和議はフランスが宗教的正当性だけでなく外交的独立性も取り戻しつつあることを示すものだった。しかし当時の民衆や軍部の反応は一様ではなかった。ブルゴーニュ公がかつてパリでの残虐行為やジャンヌ・ダルクの捕獲に関与していたことを覚えていた民衆の中には、和解を屈辱的だ教と受け止める者も多かった。前線で戦っていたライルのような武将たちは、これまで血を流してきた敵とはするという決定に明確な違和感を抱いていた。制度や法体系の面では、この和議は封建社会における衆従関係の再構築という意味合いを持っていた。フィリップ全領公は名目上シャルル7世の臣下に戻るが、
実際には極めて大きな自治権を保持し続けた。これによりフランスは名目的には統一国家としての姿を取り戻す一方で、地方分権的な統治構造を引きずることにもなった。関係者間の評価も分裂していた。王太子派の帝臣たちはこの和議を外交的勝利と称賛したが、ライルを含む実戦派の軍人たちは戦争の論理を損なう和解として警戒を強めた。特にブルゴーニュ公との再統合によって軍の指揮系統が複雑化し、前線の意思決定に混乱をもたらす可能性が現実化していった。現代歴史学ではアラスの和議を中世的分権体制から近世的国家体制への転換点と見る立場が強い。この和議によってシャルル7世は形式的には国家の一体性を回復したが、実際にはライルのような地方的武力に依存する構造が続いた。その結果、軍事と政治の分離、さらには中央集権体制への改革が次の課題として浮かび上がることになるのである。第5章、ノルマンディー攻勢とライルの最盛期。アラスの和議によってブルゴーニュ公国との内戦状態が収束し、フランス王国はようやく対イングランド戦に全力を注ぐ体制を整えることができた。この新たな局面において、ライルの軍事的手腕は頂点を迎える。1436年以降、彼はシャルル7世政権の下で積極的な攻勢を展開し、イングランドの占領下にあったノルマンディー地方への反撃を主導していく。とりわけパリ奪還に至る戦役において、彼の指導力と戦術眼は王国軍の核として機能した。事実として1436年5月、フランス軍はついにパリ奪還に成功する。この作戦においてライルは前線の指揮官として、ブルゴーニュ勢力の撤退後に空白となった都市の掌握を担い、イングランド守備軍の残存勢力を駆逐した。市民と兵士との間の衝突を最小限に抑えるための統制措置を講じるなど、軍事だけでなく統治面でも貢献した点は特筆に値する。この戦局転換の背景には、シャルル7世による軍政改革の進行がある。彼は財政改革と常備軍の設置を進め、封建諸侯に頼らない中央集権的な戦力編成を模索していた。その中で、ライルは騎士団的軍団と信仰の専門兵士との橋渡し役を果たし、王政への忠誠と軍事専門性を両立させる存在として再評価された。言い換えれば、旧来の封建軍人ではなく、近代軍人の方が的存在であった。外交面では、イングランドの孤立が加速していた。ブルゴーニュの離反によってフランス北部での同盟支援を失ったイングランドは、海峡を越えた補給路の維持に黙慮していた。ライルらが展開したノルマンディーへの襲撃や補給拠点の制圧は、英軍の兵隊を直撃し、持久戦に持ち込ませないことを意図していた。一方で、民衆の支持も着実に高まりつつあった。ジャンヌ・ダルクの神秘的指導とは異なり、ライルの結果を出す軍司令としての姿勢は、現実的な安定と安全を求める都市民農村住民のニーズに合致していた。戦後処理の中で市民と兵士の関係改善を図った点も、彼の人格と統治能力に対する信頼を深める要素となっていた。制度的観点から見れば、この時期の戦争は明確に王権の代理人による戦争へと性質を変えつつあった。ライルは単なる武将ではなく、王の命によって戦う官僚的軍人として機能し始めたのである。これは後のフランス絶対王政下における軍事官僚制の原型ともいえる。関係者間では、ライルの指導力に対する評価は一様に高かった。シャルル7世からは騎士としての栄誉に加え、戦争遂行における全権を委ねられる場面も増え、彼の名はフランス全土に知れ渡った。敵軍からも理性的な戦術家として恐れられ、感情的な衝突を避けつつ、着実に敵を削るその姿勢は冷静な軍司令の鏡とされた。現代歴史学では、1436年から1440年までのライルの活動をフランス王権下の軍事的再統一期と位置づける分析が多い。彼の存在によって王政が軍事的実効性を取り戻し、都市と農村の支持を得る体制が形成されたという点に注目が集まっている。軍人個人の能力が国家体制に組み込まれていく過程の象徴として、ライルは極めて重要な位置を占めている。第6章、晩年の戦役とライルの死。
1441年からの数年間、ライルは疲弊しながらもフランス王国の拡張と再統一のために前線に立ち続けた。彼の軍事行動は王の勅命による計画的攻勢に支えられたものであり、フランス軍がかつて失った領土を徐々に奪還していく過程を象徴していた。しかしこの時期にはライル自身の健康が急速に悪化し、戦線における存在感も次第に変化していくことになる。1443年、彼はロレーヌ地方での戦役中に病に倒れ、戦場を離れることなくその生涯を閉じた。具体的には1441年のイングランド領ポントワーズへの進軍や1442年のモンドマルサン包囲戦など、彼の晩年は依然として活発な軍事行動に彩られていた。だがその一方で軍政が整備され、より若く制度に適応した指揮官たちが登場し始めていた。ライルは彼らの模範であると同時に、旧世代の個人専攻に頼る軍人像の終焉を体現する存在ともなっていった。この変化の背景には、シャルル7世によるオルドナンス軍の確立がある。1445年には常備軍の設置が正式に制度化され、国王直属の正規部隊がフランス軍の中核をなすようになった。それに伴い、ライルのような個別に兵を集めて戦う伝統的武将の影響力は制度的に低下していった。だが同時に、彼の戦術思想や指導者としての姿勢は、後進の軍人たちの訓練や規律の面で受け継がれていくことになる。外交的にも、1440年代初頭は英仏間の停戦交渉が断続的に行われていたが、ライルは和平に対して常に懐疑的であった。特にイングランド側が一方的に主張するヘンリー6世によるフランス王位継承には強い反発を示していた。彼にとってフランスの主権は譲れない原則であり、軍人としてではなく国家の意志を体現する者としての矜持が終始その行動を貫いていた。この時期の民衆意識にも変化が見られる。ジャンヌ・ダルクに始まった神のカモによる王国再建の物語は、ライルのような地道で実務的な軍人の存在によって現実のものとして捉えられるようになっていた。ライルの死に際しては、彼を戦場で死ぬべくして死んだ者として称える詩や逸話が記録されており、民衆の間に彼を惜しむ空気が広がっていた。制度的な観点からは、ライルの死は一つの区切りを象徴している。中性的な武人個人の忠誠と功績が王国の命運を左右していた時代から、中央集権的な軍政制度が王の下で統制される時代への移行である。彼は制度改革の推進者ではなかったが、その戦い方と忠誠心が結果的に制度改革を後押しする基盤を築いたと言える。関係者の評価もそれに見合うものだった。シャルル7世はライルの死を深く悼み、王国への貢献を高く評価する声明を出している。また、彼と共に戦った指揮官たちの多くは、ライルの戦術眼や兵士への配慮の地の軍政改革に反映させた。彼は形式上は一貴族の軍人であったが、その影響力は後の軍事制度全体に波及するものだった。現代の歴史研究では、ライルの死をもって100年戦争における個人軍事指導者の時代の終焉と捉える視点が主流となっている。彼の生涯は戦功によってしか生き残れない時代を象徴すると同時に、軍事と国家が不可分となる近代の前提を形作った過程としても評価されている。つまり彼は過去を代表するものでありながら、未来を切り開く要因の一つでもあったのである。第7章、100年戦争終結とライルの軍事遺産。ライルの死から約10年後、100年戦争は終焉を迎える。1453年、カスティオンの戦いでフランス軍が決定的勝利を収め、イングランド軍はアキテーヌ地方からも撤退した。シャルル7世の治世下で達成されたこの勝利は、軍政改革と政治統合の成果であると同時に、ライルのような軍事的実力者たちが築いた基礎の上に成り立っていた。彼の死後も続いた王国軍の進撃には、彼が残した戦術的教訓と指揮の伝統が色濃く受け継がれていた。戦後の政治構造は、ライルが活躍していた時期とは大きく変化していた。常備軍の制度が全国に浸透し、戦時に限らず王直属の軍が平時から展開されるようになった。この制度的変革は、個人の軍功に頼らず、国王が軍事力を直接掌握する中央集権国家の成立を意味していた。
ライルのような指揮官はもはや制度外の存在ではなく、国家機構の中核を担う専門軍人として位置づけられる時代の先駆けだったのである。外交的にも100年戦争の終結はフランスの国際的地位を大きく変えた。イングランドは海峡の向こうの脅威として後退し、フランスは国内統一と中央集権のもとに安定した王国として再構築されていく。この国家再建の過程において、ライルの名は軍の規律と忠誠、そして現場の判断力の象徴として語り継がれた。民衆レベルでもライルの記憶は生き続けた。ジャンヌ・ダルクのように神格化されることはなかったが、兵士たちや地元住民の間では勇気と忠義の男として表彰され、彼の名を冠した街路や記念碑が各地に建立された。彼が守った町、解放した城、導いた戦いの記憶は地域社会の歴史の一部として定着したのである。制度的側面ではライルの軍歴が後世の軍政史研究において注目されている。彼の行動は封建軍から常備軍への移行期における中間的軍事主体として戦略的思考と現場主義の融合を体現していたとされる。また彼の部隊が行った市民との交渉や戦後処理は軍と社会の関係を示す事例として研究され続けている。同時代の将軍たちの回想録や王宮文書においても、ライルは王政に忠実かつ戦場においては冷静果敢な指揮官として高い評価を受けている。とりわけジャン・ド・デュノワやアランソン・コーといった王族系指揮官からは、彼の実務能力と現場の支配力を称賛する言葉が多く残されている。このことは貴族でも宗教者でもない実力本位の軍人がいかに評価されていたかを示す指標である。現代の歴史学においてはライルの位置づけはジャンヌ・ダルクの副将という補助的存在にとどまらない。むしろ彼はジャンヌの神秘的カリスマの背後で軍隊を動かし、戦局を構成し、王権を支えた実務者として近世軍政の幕開けを告げる影の基礎者であったと評価されている。彼の生涯を通じて見えてくるのは、国家形成という歴史の対極の中でいかに個人の実践が制度を変革しうるかという動態なのである。今回の動画は以上となります。ライルの生涯は神の導きを語ったジャンヌ・ダルクとは対照的に、現実の軍事と制度の中で王国を支えた戦場の構造者としての奇跡である。彼の活動を通じて浮かび上がるのは、中世封建制の限界とそれに代わる国家的軍政への移行の過程だ。戦術と制度、中世と現実、その交差点に立ったライルは決して時代の英雄ではなく、時代を動かした歯車そのものであった。個人の才覚が国家形成の動力となり、やがて制度に組み込まれていく。その歴史的構造の中に私たちは何を見出すべきなのか。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。